はい、皆さんこんにちは、ゆかです。本日の動画は実用日本語19です。実用日本語シリーズでは日本人同士の自然な会話からよく使う表現が学べます。本日は秋葉原の家電量販店で撮影したこちらの動画を使って値段を聞くときの表現を一緒に勉強しましょう。私と店員さんは事前に打ち合わせをしていません。日本人同士の自然な会話です。そのためスピードが少し速かったり表現が難しかったりするかもしれません。でも大丈夫です。今日の動画を最後まで見れば全部わかるようになりますよ。重要な表現については私から解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めましょう。まずは今日の練習の流れを説明します。以前実用日本語シリーズを見たことがある方はこの説明の部分を飛ばして直接練習から始めてください。最初に字幕がない動画を1回見ます。この時点では動画の内容が全くわからなくても大丈夫です。全体の流れを把握してください。その後、私から重要なキーワードを10個提示します。この10個のキーワードに注目してもう一度同じ動画を見ます。その後、重要な部分について私から解説をします。そして日本語の字幕がついた動画を一度見ます。最後に字幕がない動画を見ます。一番最初に字幕がない動画を見たとき、全くわからないと思った方も大丈夫です。最後に字幕がない動画を見たときには、ある程度の内容が聞き取れているはずです。だんだんわかるようになっていく過程を経験してください。それでは早速練習を始めましょう。まずは字幕がない動画を1回見ます。この動画は最近私が秋葉原へ行った時に撮影をしたものです。炊飯器を買おうと思って家電量販店へ行きました。そこで店員さんに値段について質問をする場面です。それでは早速見てみましょう。どうぞ。すみません。これ値段の違いは何ですか？色ですか？値段の違いは？値段の違いはもう色だけですね。あ、色で。黒のコーティングの材料費がちょっと安いんですよ。ちょっと安くできるものを安くしようということで3000円ぐらいお値段が違います。なるほど。これは5号炊きと3号炊きのお値段で、シルバーがお手頃なお値段とホワイトグレー。ああ、これがね。なるほど、なるほど。はい、どうでしたか？何か聞き取れた部分はありましたか？では私からキーワードを10個提示します。こちらです。値段の違い、色、材料費、安い、3000円ぐらい、なるほど、シルバー、お手頃、ホワイト、グレー。はい。それではこのキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。すみません。これ値段の違いは何ですか？色ですか？値段の違いは？値段の違いはもう色だけですね。あ、色で。黒のコーティングの材料費がちょっと安いんですよ。ちょっと安くできるものを安くしようということで3000円ぐらいお値段が違います。なるほど。これは5号炊きと3号炊きのお値段で、シルバーがお手頃なお値段とホワイトグレー。ああ、これがね。なるほど、なるほど。はい、どうでしたか？色とか安いなど何かキーワードが聞き取れましたか？それでは重要な部分について私から解説をします。今回の動画は秋葉原の家電量販店で撮影をしました。この時見ていた炊飯器のコーナーにいろいろな値段の値札が置いてありました。私はなぜいろいろな値段が設定されているのかわからなかったので、店員さんにそのことを尋ねました。最初に私が言ったのはこちらです。すいません。これ値段の違いは何ですか？
すみません。これ値段の違いは何ですか？色ですか？値段の違い値段は、の違いはもう色だけですね。色で。最初に出てくるすいませんというのは話しかけるときに最初に言う言葉です。すいません。すみません。これ値段の違いは何ですか？色ですか？値段の違い値段は、の違いはもう色だけですね。色で。すいませんの他にすみませんもあります。すいませんとすみませんはどちらも同じ意味です。すいませんの方が少しカジュアルな印象を受けますが、実際に話すときはどちらを使っても構いません。すいません、すみませんというふうに相手に話しかけます。今回私はすいませんと言いました。すいません、これ値段の違いは何ですか？すみません。これ値段の違いは何ですか？色ですか？値段の違い値段は、の違いはもう色だけですね。色で。続いて重要なキーワード、値段の違いが出てきます。違いは名詞です。例えば、値段の違い、味の違い、習慣の違い、このように使います。例文としては、例えばこのようなものがあります。彼は味の違いがわからない。味の違い、これは名詞です。そして違い以外に動詞の違うもありますね。例えば、値段が違う、味が違う、このように使います。例文は例えばこのようなものがあります。色によって値段が違う。周さんは高校生ですか？いいえ、違います。大学生です。このように動詞の違うは会話の中で相手が言ったことを否定するときに違いますというふうに使うことができます。今回は名詞の違いを使いました。すいません、これ値段の違いは何ですか？すみません。これ値段の違いは何ですか？色ですか？値段の違い値段は、の違いはもう色だけですね。色で。その後スタッフの方がすぐにこのように言いました。色です。すみません。これ値段の違いは何ですか？色ですか？値段の違い値段は、の違いはもう色だけですね。色で。そして続いて私も重ねて言いました。色ですか？値段の違いは、すみません。これ値段の違いは何ですか？色ですか？値段の違い値段は、の違いはもう色だけですね。色で。ここで私は値段の違いはの後の部分を言いませんでした。もし完全な文にするなら、例えばこのようになります。値段の違いは色ですか？でも今回私は値段の違いはの後の部分は言いませんでした。色ですか？値段の違いは、すみません。これ値段の違いは何ですか？色ですか？値段の違い値段は、の違いはもう色だけですね。色で。その後スタッフの方がこのように言いました。値段の違いはお色だけですね。すみません。これ値段の違いは何ですか？色ですか？値段の違い値段は、の違いはもう色だけですね。色で。ここでスタッフの方が色の前におをつけました。お色。これは丁寧な印象を与える言い方です。名詞の前におまたはごをつけると丁寧な印象になります。例えばこのように使います。お色、お値段、お仕事、お名前、お電話番号、ご家族、ご住所、ご卒業、ご利用、ご確認。何におをつけて何にごをつけるのかという違いについては基本的な区別があります。一般的に和語の前にはおをつけます。そして漢語の前にはごをつけます。和語というのはもともと日本にあった言葉です。ただ今外国の方が日本語を勉強するときに何が和語で何が漢語なのか区別するのはちょっと難しいと思いますので、これはもう一つ一つの単語について覚えていくのがいいかなと思います。
今回店員さんは色の前におをつけました。お色。値段の違いはお色だけですね。すみません。これ値段の違いは何ですか？色ですか？値段の違いは。値段の違いはもう色だけですね。色で。そしてお色の後に続くだけという表現もよく使われます。これは限定を表します。値段の違いはお色だけですというのは、つまり値段の違いの理由は色です。それ以外は同じですということです。値段の違いはお色だけですね。すみません。これ値段の違いは何ですか？色ですか？値段の違いは。値段の違いはもう色だけですね。色で。そしてその後、私はこのように言いました。色で。すみません。これ値段の違いは何ですか？色ですか？値段の違いは。値段の違いはもう色だけですね。色で。この私が言った色での後ろには本来はもっと言葉が続くはずです。完全な文で言うなら、例えばこのようなものがあります。色で区別しているんですね。とか、色で値段が違うんですね。このような文が来ます。でも今回は非常に速いテンポの会話で、私は後ろの部分を言いませんでした。色で。すみません。これ値段の違いは何ですか？色ですか？値段の違いは。値段の違いはもう色だけですね。色で。続いてスタッフの方がもう少し詳しい説明をしてくれました。黒のコーティングの材料費がちょっと安いんですよ。黒のコーティングの材料費がちょっと安いんですよ。ちょっと安くできるもの安くしようということで3000円ぐらいお値段が違います。今回私たちが購入を検討していた製品は、表面にいろいろな色の塗装がされていました。スタッフの方はこの塗装の材料費が色によって違うということを教えてくれました。黒のコーティングの材料費がちょっと安いんですよ。ちょっと安くできるもの安くしようということで3000円ぐらいお値段が違います。ちょっとというのは少しと同じ意味です。ちょっとの方がカジュアルな印象を受けます。会話でよく使われます。例えばこのように使います。ちょっと安い。今日はちょっと寒いね。また、ちょっとの後にだけを組み合わせることもとても多いです。例えば、日本語がちょっとだけ話せます。ちょっとだけ休憩しましょう。このようにちょっととかちょっとだけというのがよく使われます。今回店員さんはちょっと安いと言いました。黒のコーティングの材料費がちょっと安いんですよ。ちょっと安くできるもの安くしようということで3000円ぐらいお値段が違います。そして私はというふうに反応しました。黒のコーティングの材料費がちょっと安いんですよ。ちょっと安くできるもの安くしようということで3000円ぐらいお値段が違います。その後引き続きスタッフの方が説明をしてくれました。安くできるものは安くしようということで3000円ぐらいお値段が違います。黒のコーティングの材料費がちょっと安いんですよ。ちょっと安くできるもの安くしようということで3000円ぐらいお値段が違います。ここでは形容詞の安いの形を変えた表現が2回出てきます。安くできると安くしようです。最初の安くできるという部分、安いの変化を表す形は安くするです。安くするというのは、例えば以前は100円だったものを80円にする。これは安くするです。そして安くするのするの部分を可能の形に変えて安くできるというふうにします。つまりより安い値段に変えることが可能だという意味です。安くできる。そして2つ目の安いを使った表現、安くしよう。これも先ほどと同じく安いの変化の形、安くするのするの部分がしように変わった形です。安くしよう。
ここでの何々しようというのは自分の意思を表したり提案をしたりするときに使います。安くできるものは安くしよ黒のコーティングの材料費がちょっと安いんですよ。う。ちょっと安くできるものは安くしようということで3000円ぐらいお値段が違います。そしてその後具体的な値段の差について教えてくれました。3000円ぐらいお値段が違います。黒のコーティングの材料費がちょっと安いんですよ。ちょっと安くできるものは安くしようということで3000円ぐらいお値段が違います。3000円という値段の後ろにあるぐらいというのは大体の程度を表します。ぐらいまたはくらいを使います。3000円ぐらい違います。黒のコーティングの材料費がちょっと安いんですよ。ちょっと安くできるものは安くしようということで3000円ぐらいお値段が違います。そしてこの後、夫がこのように言いました。なるほど。なるほど。これは5号炊きと3号炊きのお値段で、シルバーがお手頃なお値段とホワイトグレー。これがね。なるほど、なるほど。なるほどというのは、相手の言ったことに深く納得したときに使います。だから黒が安いんですね。だから値段が違うんですね。ということをしっかりと理解をして納得したという意味です。なるほど。なるほど。これは5号炊きと3号炊きのお値段で、シルバーがお手頃なお値段とホワイトグレー。これがね。なるほど、なるほど。その後、店員さんが値段が書かれたプレートを持ってきて、さらに説明をしてくれました。これは5号炊きと3号炊きのお値段で、シルバーがお手頃なお値段とホワイト、グレーです。なるほど。これは5号炊きと3号炊きのお値段で、シルバーがお手頃なお値段とホワイトグレー。これがね。なるほど、なるほど。ここで出てくる5号と3号というのは米を表す単位です。1号は約 150g です。そして今回ここで使われている5合炊きというのは最大5合の米を炊くことができるという意味です。今回私たちが購入を検討していた炊飯器は2種類の大きさがありました。一つは最大5合まで炊くことができるもの。もう一つは最大3合まで炊くことができるもの。このように炊飯器を選ぶときに1合、2合、3合、4合というふうな5という単位を使います。これは5合炊きと3合炊きのお値段で、シルバーがお手頃なお値段とホワイト、グレーです。なるほど。これは5合炊きと3合炊きのお値段で、シルバーがお手頃なお値段とホワイトグレー。これがね。なるほど、なるほど。そして後半の部分は色の名前が出てきます。シルバー、ホワイト、グレー。日本人が色について話すとき、漢字を使った表現ももちろん使いますが、カタカナの表現もよく使います。例えば、黒はブラック、灰色はグレー、銀色はシルバー、白はホワイト。このように漢字とカタカナと両方使います。今回店員さんはカタカナの表現を使いました。シルバーがお手頃なお値段とホワイト、グレーです。なるほど。これは5合炊きと3合炊きのお値段で、シルバーがお手頃なお値段とホワイトグレー。これがね。なるほど、なるほど。それからお手頃という表現が使われていますね。手頃というのは大きさとか重さなどが手に持つのにちょうどいいという意味です。取り扱いやすいというような意味の時に手頃と言います。ただ、お手頃というと一般的には値段のことを指します。今回のスタッフの方も値段についてお手頃と言いました。その意味は高すぎなくて比較的買いやすい、手に入れやすいという意味です。なので、お手頃というのはすごく安いという意味ではありません。すごく安いと言いたいなら、安価とか格安とかこういった表現を使います。
なのでお手頃というのは比較的高くなくて手に入れやすい、買いやすい、そのような値段のことです。これは値段に対する感覚を表します。シルバーがお手頃なお値段とホワイト、グレーです。なるほど。これは5号炊きと3号炊きのお値段で、シルバーがお手頃なお値段とホワイトグレー。これがね。なるほどなるほど。この商品について少し補足をすると、今回私たちが検討していた商品はこのような3種類がありました。一つは黒い鍋と銀色の加熱装置。もう一つは白い鍋と白い加熱装置。そしてもう一つがグレーの鍋にグレーの加熱装置。このような3種類です。最初に店員さんが言っていた黒の塗装の材料費が安いというのは、このシルバーの加熱装置の中に入っている黒の鍋の話です。なのでこのセットは他の2種類に比べると安くなります。そしてここでシルバーがお手頃なお値段と言っているシルバーというのはこの加熱装置の部分の色を指しています。これは5号炊きと3号炊きのお値段で、シルバーがお手頃なお値段とホワイト、グレーです。なるほど。これは5号炊きと3号炊きのお値段で、シルバーがお手頃なお値段とホワイトグレー。これがね。なるほどなるほど。その後、夫はこのように言いました。これがね。なるほど。これは5号炊きと3号炊きのお値段で、シルバーがお手頃なお値段とホワイトグレー。これがね。なるほどなるほど。そして最後に私も納得したので、なるほどなるほどと言いました。なるほど。これは5号炊きと3号炊きのお値段で、シルバーがお手頃なお値段とホワイトグレー。これがね。なるほどなるほど。はい、それでは続いて日本語の字幕がついた動画を見てみましょう。今一つ一つの重要な部分について見てきたので、これから見る日本語の字幕付きの動画は大体の内容がわかるはずです。ぜひ挑戦してみましょう。それではどうぞ。すみません。これ値段の違いは何ですか？色ですか？値段の違いは？値段の違いはもう色だけですね。色で。黒のコーティングの材料費がちょっと安いんですよ。ちょっと安くできるものを安くしようということで3000円ぐらいお値段が違います。なるほど。これは5号炊きと3号炊きのお値段で、シルバーがお手頃なお値段とホワイトグレー。これがね。なるほどなるほど。はい、いかがでしたか？では最後に字幕がない動画を見てみましょう。最初は全くわからなかった方も、これから字幕がない動画を見たときには何かわかるフレーズがあるはずです。ぜひ挑戦してみましょう。ではどうぞ。すみません。これ値段の違いは何ですか？色ですか？値段の違いは？値段の違いはもう色だけですね。色で。黒のコーティングの材料費がちょっと安いんですよ。ちょっと安くできるものを安くしようということで3000円ぐらいお値段が違います。なるほど。これは5号炊きと3号炊きのお値段で、シルバーがお手頃なお値段とホワイトグレー。これがね。なるほどなるほど。はい、皆さんお疲れ様でした。本日の実用日本語はここで終わります。また何かリクエストがありましたら、ぜひコメント欄のところで教えてください。またこのチャンネルがいいと思ったら、ぜひグッドボタンとコメント、そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今天我想问你一个问题，您的人生目标是什么？其实我的人生目标一直没变。我想最后的瞬间回顾人生说，楽しかった。所以我想让自己经验更多好玩的事，想让自己看更多美丽的东西。有没有和我一样想的人？人生は短く、世界は広い。我们的每一刻时间都很重要，想做就做，想去哪里就去哪里。如果你的想做的事情是学习日语，和日本人沟通，那我可以帮助你哦。接下来我来介绍一下我和大新影音网合作的线上日文课。无论是在去日本旅游，
工作或和日本朋友交流时，我们的线上课程非常有帮助。我们的线上课程的特色是从最基本的文法到敬语，总共有228堂课。课程包含例句、绘画、单字，全方面打好基础，随时随地用手机、电脑回放学习，有利于反复练习。一次购买，无限次观看，永不过期。Yuka 结合了自己的教学经验，带来了最重要的基础文法，从最基础的文法开始，破解日本文法结构的秘密，带入例句、生活绘画跟单字，还会加入老师亲身经验的日本文化小知识，让大家更清楚这些语法的实际的运用。我们特意将每堂课的时间都用化整为零的方式拍摄，设计为5到10分钟左右上完一堂课，可以让同学们自由依据空闲的时间，不管是搭车通勤或短暂的休息时间，都可以无缝的上课。反复听、反复说也是提高语言能力的关键之一。每天10分钟、15分钟也可以。希望大家反复听我的教学影片，养成语感。如果有兴趣的话，也可以分享给朋友知道哦。一緒に頑張りましょう。